南極大陸3日目はデモイポイントというところに行くはずだったんですけれども、天候と海があんまり良くないので急遽行き先変更になり、午前中はエクスペディションがなくなってしまいました。なので朝朝食の後ブリーフィングがあり、南極大陸で年とか働いていた人の話を聞いて、それからシャチのレクチャーがありました。その後私は45分間のヨガに出て、そしてランチに行きました。ランチの後はゾディアッククルーズに行くことができました。最初に半沈没船みたいな船の周りをぐるーっと回って、それからまた氷山見学、そしてアザラシ見たりペンギン見たりしました。今日はコースメニューを食べてるんですけど、溶岩を見ながらのディナーです。なんて贅沢。クジラもいましたよ、さっき。透明ですが。で、午前中にどこにも行けなかったので、夕食の後ポータルポイントというところを歩くというアクティビティがありました。なんですけれども、私はパドルボートのオプショナルツアーにサインアップして、ウェイティングリストだったんですけど、それに行けることになったので、そっちに行ったので、その島には上陸してません。パドルボートなんですけども、カヤックの2人乗りで、私のパートナーは中国人の小柄な女性だってて、乗る人たちはみんなドライスーツを着て、ライフジャケットをつけて、で2人組で乗ります。他のグループの人はみんな女の人だったんですけど、なんかすごい速さでみんな行くので、私たち2人はいつも一番後ろで、どうしてみんなあんな速く行けるんだろうねって言いながら一生懸命漕いでて、景色を楽しむことができませんでした。最初はパドルボートに乗った時にクジラがちょうど出ていたので、クジラを2頭ぐらい普通の船よりは近めで見て、その後は氷山の方に一生懸命漕いでいって写真撮ったり、あとアザラシを見たりしました。パドリングは水面に近くてちょっと視界が変わるのでいいんですけれども、早く漕がなきゃいけないというプレッシャーでちょっと楽しさ半減してしまった気がします。曇りだったんですけど波も穏やかで、そういう面では良かったです。パドリングはいつもできるわけではないので、天候で行ける時にブワッて行かなきゃいけないので行ってきました。で、キャンプなんですけど、乗客員の3分の1、66名がキャンプに行きました。ポータルポイントというところで寝袋を持って一晩過ごすというキャンプなんですけど、私がここで船の中でお友達になった日本人のヒロさんが行ったので、彼女のレポートでお伝えしたいと思います。ヒロエさんはなんと最後の最後のウェイティングリストで今夜のキャンプに行くことになりました。はい、今の心境をどうぞ。行きたいような行きたくないようなお隣の方も行きます。一緒にキャンピングとテンションを上げております。はい、行ってきます。ありがとうございます。南極大陸でキャンプを一晩した感想を一言。とりあえず南極キャンプは意外と寒くはなかったです。寝袋はとても居心地が良く、眠れる環境をやったんですけど、周りでそのいびきとかちょっと寝れなかったんですけど、すごい音のない世界、遠くに船の音だけが聞こえて、すごい不思議な感覚、すごい静かでした。暗くならない、ずっと明るい感じでしたね。天気も良くて寒くなくて、でコロナも特に問題なく、ちょっと長いですね。すみません。楽しかったです。いい経験です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後の剣を勝ち取った。イエーイ。おはようございます。
今日は南極半島近辺に来て4日目、最後の日です。南極思ったより寒くなくて、ヒートテックの分厚いのとか全然下着てないで済みました。今朝はこんな感じです。窓から見た時は太陽が出てて晴れてるのかなと思って、青空なんですけど、結構すごい雲というか霧がすごいかかっています。ハンモック島に来ました。南極半島じゃなくて近くの島なんですけど、ここにはストラップチンペンギンがたくさんいます。そのコロニーです。今巣を作ってるんです。そしてここが最後の上陸地です。今日は天気が良くていいです。ペンギンちゃんたちちゃんと自分たちで道を作って上のネストに行きます。ペンギンちゃんたちは一生懸命働いてるそうです。餌持ってったりとかして。実は臭いです。見てください、このべちゃべちゃシャリシャリ雪。今から登ります。今日は12月16日、南極半島最後です。あったかいですよ。上からの眺めです。暑い。今後ろにペンギンが滑ってます。はい、私の頭の上の方。南極最後のエクスペディション行ってきます。これで足を洗うのもあと2回です。最後のエクスペディションで南極今日で最後です。あれが私たちの船です。楽しかった。あったかかったです。最後のエクスペディションが終わってしまいました。なんか最後は動物いなかったです。寒かった。みんな海にこれから飛び込む人たちです。バスローブ着てるんですけど、温泉行くんじゃなくて、なんと南極の海に飛び込みます。今からここでプールパーティーじゃなくて飛び込みパーティーです。私もこれから飛び込む。こんにちは。これから飛び込みます。南極の海。次です。次です。寒い。ポーランパンチといって今から南極の海に飛び込んだんですけど、めっちゃ冷たかったです。でも私大ボケなことに GoPro 持ってったんですけど、動画じゃなくてね、写真にしてて動画が撮れませんでした。とんでもない大ボケです。というわけで
私の海の中に入ってる動画はないです。おはようございます。今日は南極半大陸が終わってドレイクパッセージを今通っているところです。ドレイクパッセージは本当はすごく揺れて酔い止めを飲まないといけないと言われてたんですけど、今回私たちはラッキーで行きも帰りも緩やかで、ドレイクパッセージの経験ができなかったけど、私は酔いもせず平和に船の中で過ごすことができました。久しぶりにまた来ました。これがホットタブなんですけど、お湯チェック。ぬるいです。入らない。これは風邪をひきます。明日の朝8時にみんなもうこの船を出なきゃいけないんですけど、176名いるのでバス6台で空港組とダウンタウン組に分かれています。そしてこのリボンの色で、どのバスに乗るかということに決められてて、スーツケースとか大きい荷物にリボンをつけて今日の夜中の12時までに部屋の外に出さなければいけません。10日間の南極クルーズもあと1日で終わりです。今ドレイクパッセージを通過し、ウシュアイアに近くなっています。最後の2日間は行きの2日間と一緒で船に乗って移動しているだけなので、また中でいろいろレクチャーとかありました。そして昨日の夜はクルーの人たちがみんなエンターテインメントでギター弾いたり歌を歌ったりしてくれたんですけど、ボートこいたりパドリング行ったりカヤックを指揮したりとかしてる人たちが、夜はみんな多彩でびっくりしました。ここにいる人たちみんなすごいいろんなことして朝から晩まで大変だなと思いましたけど、お客さんの私としてはとても楽しめました。9, we got 900 back there. Now we're talking. Really good group of guys. So once again, thank you. 最後の晩餐は私の好きなラムです。おはようございます。南極クルーズに出て10日目、ウシュアイアに戻ってきました。今朝の7時です。気温は11度で結構暖かいんですけど曇りです。ウシュアイアは1日で4回季節があると言われているので、昼間は晴れるかもしれないですね。今日たくさん着いた船とかこれから出る船があるそうで、見てください。あそこのお隣さんもお客さんがいます。今回南極クルーズに来ることができたわけですが、私はパタゴニアまでは旅行計画を立てていて、パタゴニアに来たんだったらもう一番最南端の町ウシュアイアに来ようと思ってウシュアイアまでバスで来ました。その前にウシュアイアまで来るなら南極に行くべきかなと考えてたんですけれども、南極クルーズめちゃ高いんですよ。なのでどうしようかなと思っていてたら、誰かのブログをオンラインで読んで、何件か旅行会社とかクルーズ会社があるので、そこにサインアップしてニュースレターをもらうようにするとディスカウントの情報が入ってくるよっていうのを読んだので、もう私は何社かサインアップしてニュースレターをもらうようにしました。でもそれも1ヶ月半ぐらいの前の話です。フリースタイルアドベンチャートラベルというところから来たメールがちょうど私がウシュアイアに来る時の日付といいかなっていうのと、一人でもそんなに高くないよっていう部屋があって、これだったらいけるかなと思って1ヶ月ぐらい前に行こうと思って決めました。最初にしなければいけなかったことが、旅行保険に入らなくちゃいけなくて、で旅行保険も南極大陸の方でクルーズしてる時に何かあったらヘリコプターで運ばれるとかあるので、そういう医療関係の現金っていうのがすごく高くなきゃいけないっていうやつだったので、ちょっとそれを探すのが大変でした。10日間で100ドルいかないぐらいの旅行保険を見つけたので良かったです。あとはキーパンツとかそういうのは持ってなかったんですけれども、フリースタイルアドベンチャーで借りれるということでオフィスに行って船に乗る前に借りました。で私はツインを1人部屋なんですけれど、2人部屋とかあと3人部屋
で、誰が来るかわからないけど3人部屋っていう人は私よりももっと安くこの船に乗ってくると思います。そのディスカウントの金額なんですけれども、この金額を他の乗客員に口外しないでくださいという誓約書にサインしました。なので誰もそのことには触れていません。一生に一度しか来ない南極だと思うので、私は来てよかったです。